2022年第35期竜王戦で藤井聡太に敗れた広瀬章人は、その前年12月刊行のムック竜王藤井聡太の中で藤井の近日における序盤の戦型選択について次のように述べている。ディープラーニング系のソフトを使い始めてから相掛かりが主軸になっています。藤井さんは自分から狙いの局面に誘導するのではなく、相手の出方を見て駒組みをする能力に長けているので、相掛かりが合っているのでしょうね。DL 将棋を使うようになって、その指し方がさらに熟練している気がします。広瀬は藤井の序盤についてさらに続けて言う。藤井さんには序盤の狙いは多分ないと思います。先手でも後手でも互角以上を目指していて、テーマの局面で普通に勝負する感じでしょう。例えばマイナス200点くらいだけど、相手が知らないから用いるという発想は藤井さんにはないと思いますね。終盤の能力が圧倒的に優れているからそういう考えができる側面はあるんでしょうけど。広瀬は藤井の将棋がいわゆる相手の意表を狙うものではない点について繰り返し述べている。相掛かりに関して少し補足をすると、相手についていくのは藤井さんの基本的な姿勢ではありますが、それでも藤井さんから注文をつけることもあって、先手で自分から前例を破ることが結構増えてきました。ただそれは相手の意表をつこうとかそういうことではなく、単に有力と見て採用しているのでしょう。DL 将棋がその手を有力と示している可能性も大いにあると思います。藤井聡太は2021年に竜王位を獲得した第34期竜王戦七番勝負第4局終了後の記者会見で序盤研究に取り組んできたことを明かしている。今年は特に序盤について重点的に取り組んでいるので、そのあたりで以前より成長できたかなと感じています。そしてその記者会見では、王位戦、叡王戦、竜王戦で対戦した豊島将之との対局から、序中盤の構想力という部分で上回られてしまうという対局が多かったので、とても勉強になりましたし、そこを自分の課題と捉えて取り組んでいきたいと思っています。深浦康市は藤井を相手に3勝1敗と勝ち越しており、ネット上で地球代表などとも称されている。丁寧で分かりやすい将棋解説でも知られる深浦は自身で次のように綴っている。少し長いが引用しよう。NHK 杯での対局前、私は周到に戦略を練りました。この対局では私は主導権を握りやすい先手番だったので、自分が得意な雁木と呼ばれる戦法をぶつけてみようと決めました。藤井さんは序盤で角を交換する角換わりや飛車の機動力が特徴の相掛かりといった序盤から一手のミスが命取りになる激しい戦法が得意です。しかし雁木は藤井さんの得意な型ではありません。事前に AI を使って雁木戦法の展開をかなり先まで研究しましたが、実際の対局も想定通りに進みました。だから序盤から藤井さんが持ち時間を使ったのに対して私はほとんど時間をかけずに指し進めることができました。中盤、私は藤井さんの陣地に一気に攻め込んだのですが、この時私は将棋界では指されたことのない新しい手をぶつけました。過去に指された形だと藤井さんも想定していると思ったからです。その新しい手への対応には驚いた。藤井さんも初めて見る形のはずですが、そこから30手ほど私の事前研究の時に AI が示した最善手と同じ手を指してきたのです。短い対局時間の中で AI と同じように先を読み、正解を導き出したわけです。完全に私の想定通りに展開するものですから、心の中でこれはすごいと感嘆していました。ただその結果、私は勝つことができたのです。相手が深く研究している展開になりそうだと察知したら、あえて最善手ではない手を指して展開を変えようとするケースは少なくありません。そうなるとこちらも次の手を考えるために持ち時間を費やすので、焦りやミスが生じる可能性が高くなる。しかし藤井さんはそうした実践的な駆け引きよりも100点満点に近い手を自分の力で考えたいという思いが強いのでしょう。藤井さんが最善の手を指し続けたので、事前研究の成果もあって、それに私は的確に対応することができました。一方、藤井さんは次第に持ち時間がなくなり、そこで生じた隙を私がついて勝利することができた。藤井さんが最善手を続けたからこそ私が勝てたと言えるでしょう。つまり谷川浩司が指摘した通り、藤井は最善手を求める探求心と集中力、詰め将棋で培った終盤力とひらめき、局面の急所を捉える力、何事にも動じない平常心と勝負術など極めてアナログ的なものを基盤とした上で AI 将棋ソフト研究に取り入れながら、実際の対局において
他の騎士を上回る読みの精度で一手一手を指しているということなのだろう。それはまるで人間と AI との境界が溶解し融合しつつあるような光景にも映るのである。